はいどうも。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望、深い慟哭に深く同情して共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、今日もまたね始めていきたいと思いますけれどもね、あれですよね、今日は神について第何弾でしょう。多分第3弾だと思うんですけれどもね、予定を変更してねお送りしたいと思います。本当はね、神について第3弾なんてやるつもりはなかったんですけれどもね、今日はちょっとね良くない雑誌というか本というものをねちょっと立ち読みしちゃいましてね。それはどんな本かっていうと、過去の凶悪事件とかね、もう凶悪事件というかもう残酷な事件とかを取り扱ったね、いっぱい多数載ってるね雑誌というか本をね立ち読みしてしまったんですね。非常に胸くその悪いね、非常にねろくでもない本を読んでしまってね、やっぱりね神様のね冷たさっていうものをものすごく腹が立ってですね、僕はこのチャンネルでもたびたびね神は冷たいのだから期待するなと申し述べてきたんですけれどもね、いやひどいな、もうね別の動画シリーズにおいてね、宗教は滅ぼすべきであるというシリーズもね、私ネガティブマンチャンネル申し遅れました。私世界の滅亡を目指す史上最悪なチャンネル、ネガティブマンチャンネルの主催しておりますネガティブマンと申しますね。世界は滅んだ方がいいんですということでね、やっぱりねこの世界は滅んだ方がいいですよ。本当にね、心の底からそう願いますね。この神について第3弾をお送りするにあたってね、ろくでもない雑誌を読んでしまいましたけれどもね、本当にね残酷な事件だったり、残酷な凶悪な犯罪であったりね、過去日本だけじゃないですよ、世界でおける有名な、またはね、私はそういう事件結構詳しいと自分で思ってたんですけどもね、僕の知らないろくでもない事件も多数ありましてね、いやもう本当にね胸くそが悪すぎて読むんじゃなかったと深く後悔しておりますけども、そういう問題じゃないんですよね。もうね神様が冷たすぎてね、例えば放置されてしまったちっちゃい子供2人がねそのまま餓死してしまったりみたいな事件においても神の救いの手というものはもう1ミリもないわけですね。で残酷な描写というか現実というかね、そういうものが続くわけですよね。レイプ殺人事件だったりとかね、リンチ殺人事件だったりとかね、いろんな凶悪な殺人事件いろいろありましたけれどもね、またはね頭のおかしい犯罪者による頭のおかしい犯罪がね、もうね神が全くもってね登場しないんですね。神も神に近きものもね、また私が日頃ね滅ぼすべきだと言っている宗教を心ある善良な人々が
全くね登場してこないんですよ。何をしてるんでしょうね。社会とか国っていうものが全く登場せずにただ残酷な物語が続いてね、バッドエンドですよ。胸くその悪いバッドエンドでしょ。だから言ってるんですよね。神様が冷たすぎてね、本当にね、やっぱこの世界は神様の失敗作であるということでね、神の大失敗作であるのだからね、我々が悩んでみたり怒ってみたり泣いてみたり希望を持ってみたりね、こう幸せを求めてみたりするようなね、生きるに値するようなね、そんな価値ある世界ではないんですね。非常に茶番ですね。茶番なのにものすごく悲しい残酷な事件が全く救いのない状況下の中において展開されて、そして終了していくんですよね。非常に残酷な死とともにね。そうなんですね。もう宗教関係者もそうだし、スピリチュアル、僕の大嫌いなのね。スピリチュアルなんて1ミリも信じちゃいけませんけれども、ね、まあ陰謀論とかスピリチュアルとか好きですけれどもね、それで飯を食おうとしていたりとかね、人を騙したりしている連中に言いたいのはやっぱりね、そういう残酷な事件においてですよね。じゃあなんかね、守護霊はとかね、高貴な存在はとかね、天使はとかね、神はとかね、もう一切登場しない絶望しかないんですね。非常に胸くそが悪いですよね。何をしてるんだと、あいつら仕事してないじゃんっていうね、非常にろくでもない。あいつら労働してないじゃん。まあ労働反対だからいいんですけど、いやもうね、だから奴らの綺麗事なんか本当にね、何の力もないんですよね。全く、まあだからまあネット上でもね、そういう残酷な事件だったり物語じゃない、現実の犯罪だったりね、いっぱい検索できるんでね、見てみたらいいと思いますけれどもね、あんまり見るのをおすすめしませんけどね、胸くそが悪くてね、今日なんかもう食欲が失せてしまうぐらいのね、非常に不愉快な気持ちになりました。まあこのねネガティブマンチャンネルはね、史上最低最悪のね、絶対零度の何もない、ね、非常にごちゃごちゃした本当のリアルのね、氷河期世代の貧困労働者のお部屋からねお送りしていますけれどもね、非常にね、いやー、この世界は本当に救いがないですね。失敗作もね、大失敗作ですよ。やっぱり地球っていうのは良くない。まあ地球が良くないのか、人間が構成する社会が良くないのか知りませんけれどもね。いやもうこれは存続させてはいけませんね。これはみんなで滅ぶべきですよ。人類は滅ぶべきですね。いやもう本当に確信に至ったっていうのも至ったし、私がもし死んでね、もしあの世がしっかりとあってですよ、なんかこう天国に行くのか地獄に行くのか知りませんけれどもね、あの世的なところで天使的な連中とかにね会ってですよね、お前はろくでもない男であるとね、私たちの悪口だったり批判だったりをしていたじゃないかみたいな話をねされたりとかしたら、僕はね全力でね、もうね全身全霊をかけて奴らを激詰めしたいと思いますね。激詰めですよ。本当にね、天使だか神だか知りませんけれどもね、あの世の役人か知りませんけれどもね、いやもう本当ね、世界中で今も多分起きているであろうね、もう戦争とかそんな大きな出来事じゃないこの日常社会においてですよ、ひどい事件
ね、ひどい事件、人間が人間を殺戮、ね、リンチ、放置、レイプ、いろいろあるんですけれど、ひどいんですから。で、そいつらの報いって、そういうね、犯罪者だったり、本当に頭のおかしい連中の報いっていうのが懲役何十年とか死刑とかね、もう全く割に合ってないっていうか、見合ってないっていうか、ね、なんでしょうね。先々ね、因果応報なんてこの世にないっていう動画もね、作ろうと思いますけれども、ね、いや、ないでしょう。で、ね、先ほど申し上げたように、私がやっぱり本当にね、死んであの世に帰ってですよ、もうそういうね、あの世の関係者だったりとかね、実際にこう神に仕えてる、なんかこの世界を統括する連中にあったりとかしたら、いや、その下っ端でもいいですけどもうね、私は全身全霊をもって怒り狂い奴らを激詰めしたいと思います。詰めに詰めてやろうと思いますね。あらゆるね、論理的にお前らがいかに間違っているのかっていうことをね、いかにね、仕事をしてないのかっていうこと、お前ら寝てたのかっていうことをね、激詰めしてね、もう泣かせてやろうと思いますね。私の論理の方がはるかにね、もう本当にね、あいつらだから、なんて言うんだろう、あの世的、神、なんて言うんだろうな、神的な世界の連中が仕事をしていないっていうのが明らかなんですよね。そういうろくでもない事件を探っていくとね、もう何の救いもないんですよ。ただただ残酷なんですね。悪とは何かみたいな、そんなレベルじゃないんですよ。とにかくこれ神が全然仕事してないよねっていうね、その怒り、そこに対する僕のね、非常に絶望というかね、憤懣やる方ない、この、なんて言うんでしょうね。神や仏は血も涙もないのかみたいなね、そういう憤りっていうのかね。でも、あれですよね、人間じゃないんだから血も涙もないんですよ。考えてみりゃね、血も涙もないんですよ。私がね、何度か動画の中でね、今まで過去言ってきたようにね、神は非常に冷たいんですね。もう、なんて言うんでしょうね。マウス実験をしている人間の方がまだ温かみがあるんじゃないのかぐらいに思えるほどね、これ残酷な実験をしているだけなんじゃないですか、これ地球で。非常にね、胸くその悪い。ね。これをもってやっぱりね、神は冷たいということがまた今日も明日も明後日も証明されていくんだと思います。また、こういう個人間だったりとかね、団体間だったりっていう事件やね、残酷物語だけじゃないんですよ。物語じゃない、現実のね、残酷な事件ばかりじゃない、犯罪ばかりじゃないんですよ。これの上にさらにあれじゃないですか、国と国との戦争だったりね、こう社会的な問題だったり、もっと大きなね、残酷物語がね、氷河期世代をいじめてみたりとかね、こういろんな差別があってみたりとか、もう世界中でいろんなところでね、貧困があったりとか、この世界はネガティブが本質だねっていうところが、このネガティブマンチャンネルの出発点でもありますけれども、本当にね、ネガティブすぎて、もう吐き気がしますね。もう食欲が減退します。ね。ということを皆さんにね、お知らせして、神とは何なのか、神について皆様もね、冷静になってこうね、くだらない宗教とかね、こう、
なんていうんでしょう、きれい事の価値観に騙されることなくね、一人静かに神について考えてみてください、冷静に。もう本当に、もう心の底から本音で言いますけど、本当にろくでもない。ろくでもないですね。この世界は本当にもうね、世界はネガティブに満ちているとしか言いようがないですね。ネガティブが本質ですよ。ですから非常に茶番なんでね、人生なんてものはね。だってもうこの世界が残酷に満ちているわけで、ネガティブに満ちているわけですから、もう茶番ですよ。もう生きるに値しないということで、ね、非常にね、なんて言うんでしょうね、怒り心頭と言いましょうかね、もうなんて言うんでしょうね、呆れるっていう、もう呆れるっていう表現が正しいのかもしれませんね。本当やっぱり思った通りだよと、ね、ネガティブマンは思った通りだよと、もうやっぱりろくでもないじゃないかっていうね。それがね、やっぱりこうその本に記述されている事件というのは現実に起きた事件ですからね。でそれが表面化されてる一部じゃないかと、極端な例を挙げて言うんじゃないよって思うかもしれませんけれども、氷山みたいなものでね、氷山みたいなものでね、それは一面だけ現れてるだけでですよね。この底辺におけるこの氷山のこのね、海に浮かぶ氷山のこの海の中の部分ではもっとね、同じような事件だったり事故だったり、いや事故っていうか人為的なね、非常に残酷な行動だったり言動だったり、なんて言うんでしょうね、日々世界の至る所でね、今も起きているという非常にね、本当にもうね、滅ぼしたいという怒りがもうじわじわね湧き上がってくるほど、この世界はひどいっていうことですよね。もう単純にそうなんていうの、ネガティブマンの不満というかね、人生が失敗したからお前は文句を言いたいんだろうっていう、そんなレベル、そんなね低レベルな話じゃないんですよ。非常にろくでもないね、現実なんですね。ということをね、皆さんに分かっていただきたいなというわけでね。そしてここが意外と一番重要ですけれどもね、世界は生きるに値しないね、残酷な事件やね、人間対人間のろくでもなさっていうことに非常に失望してね、神は何をやっているのかみたいなね、怒りを披露してきましたしね、私が死んだらもう激詰めでね、あいつらを糾弾してやろうと思いますけれど、問題はですよ、そういう悪魔のような人間所業、悪魔なんていう言葉は軽いですけれどもね、一番の問題はそういう事件ですよね。そういう残酷な人間の残酷な所業に対して何の救いもないし、それを全くもってスルーして何もしていない神という存在はですよ、悪魔よりひどいじゃないかと。例えば悪魔が人間をいじめてるみたいな構図みたいなね、そういうファンタジーみたいなね、世界があったとしてですよ、まあ映画でもドラマでもいいですけれども、それを見て見ぬふりをしている神が一番ね、悪魔的なんじゃないか。悪魔よりも悪魔的、悪魔以上に悪魔的なんじゃないのかね。悪よりも悪なんじゃないのか。だって何もしてないんですからね。そのスルー力ね、仕事のできなさ、まあ、わざととしか思えませんね。それが一番の問題だと思います。そういう残酷なね、もう残酷な人間の醜い、なんて言うんでしょうね、こう犯罪を
全く何もせず見て見ぬふりしている神という存在は悪よりも悪なんじゃないのか、悪魔よりもはるかに悪なんじゃないのかな、ね、よくよく冷静に考えたらお前なんかしろよとでスルーするわけですよね。本当ろくでもないということに気づかされた一日でしたね、皆さんね。それとは別にですね、それも腹が立ったんですけど、そういうね帰り道ね、全く話は飛びますけれどもね、あれなんですよね、今日は道端で財布を財布じゃないな、カードケースを拾いましてね、皆さん見えますかね。そう、ちゃんとね、警視庁からね、警視庁丸々ね、これは言えませんけど、丸々警察署からね、取得物件預かり書ってをね、受け取りましてね、カード入れ、運転免許証、保険証、クレジットカード、この人の名前もね、はっきり分かってるんですけど、すごい珍しい名前の人なんですけれども、ちゃんとね、財布を拾ったよというね、まああれですよね、残酷な事件をスルーしている神という存在よりも、僕はね、このカードケースを落としてしまったね、罪のない困っているであろう人をね、ちゃんとね、今日ね、親切にね、わざわざ時間もないのに警察署に行ってね、警察署がたまたまね近くにあったんですよ。交番じゃなくて警察署がね。そうそう、だからね、届けてあげましたね。蜘蛛の糸でね、そう、神に近き連中や神みたいなやつらをね、僕が死んだら激詰めすると、お前生意気だっていうことで地獄に落とされますね。そしたらばね、こうやってちゃんと、ほら、ね、こう、ね、いろんなプライバシー保護のためにね、SNS に上げないでくださいとかね、書かれてるんで、読めますかね。そう、ちゃんとね、こういう取得物件預かり書っていうのをね、もらえるんですね。今までほら、書いても急いでるからじゃあねっていうことが多かったんですけどね。ちゃんともらえるんですね、こういうのね。そうなんです。もちろんね、名前は伏せてくださいと。あと一切の、なんて書いてあるの？一切の権利を放棄しますにチェックをちゃんと僕が入れましたからね。そうですね。なんかこんなね、いいことをしたからといってその権利のね 10% だかをもらうなんて、そんな耳っちいことはしません。もちろんお金に困っていますけれどもね、生活にも困っている氷河期底辺労働者ですけれどもね、そう、そんなことはしませんよ。いいんです。もう人生終わってるんですから、もうあと死ぬだけですからね。そうですね。残酷な事件とかね、殺人だとか、そういうね痛ましい事件をスルーする神様よりも僕の方がマシじゃないですかね。ちゃんとスルーしないでね、また奪わないでね、ちゃんとね、財布じゃない、カードケースを拾ってね、ちゃんと届けましたからね。僕の方がマシじゃないですか。死に損ないのね、ネガティブマンの方がマシであるということを最後におまけとしてね、まさに今日あったね事件ですけれども、それを最後にね、あんまりね善を見せつけるのは好きじゃないですけれども、そう、神様よりはちょっと優しいんじゃないのかネガティブマンということをアピールしたかったんでね、最後に言わせていただきました。それではね、またお会いいたしましょうね。明日こそね、この世界が滅びますように。
ネガティブマンでした。